お久しぶりです。トーマスです。今日はね、Pixel 6 Pro レビューっていうのをついに行っていきたいと思います。こちらです。こちらでございます。ちゃんと自腹で購入をしております。で、ここにも書いてある通りであるんやけど、結論としてはもう iPhone を殺すという並々ならぬ決意を感じる。お前いつまでてっぺんに居座っとんねん。はよどけっていう Google からの資格がこの Pixel 6 Pro なんです。ということなんで、実際にそれを成し得たのか成し得ていないのかっていうところをこの動画で見ていってもらえればと思います。で、Pixel とは何ぞやっていう説明必要な人はもうそんなおらんとは思うんやけども、簡単に解説をさせていただくと Google の金製のスマートフォンです。つまり Google が開発して Google が販売をしています。で、その特徴としてはピュア Android。つまり混じりっけなし動作も軽いしバッテリーもいいですよっていうのが売りではあるんやけど、俺はそうは思わんけどね、別に。むしろ機能が少ないからどうなのかなっていうのが正直な感想です。そしてもう一つが長期サポートと、今回の Pixel 6に関してもなんと5年間のサポートが保証されているんです。ありがたい。でって話、スマホなんか5年も使わんから2年で買い替えるから。っていうか5年使ってる人はマジで買い替えた方がいいよ。5年前のスマートフォンなんかくっそ遅いから、自分の人生を無駄にしているに他ならないから絶対に買い替えた方がいいです。こんな長期サポートとかピュアアンドロイドとかマジでどうでもいい。ただもう一個面白いのがあって、Google 開発しているということは Google のスマホにしか搭載されていない独自機能っていうのがあるんです。それがちょっと面白いよっていう話はこの先でするからそのまま見といて。ただ今まで実は俺 Pixel 1台も買ったことないです。むしろ嫌いでした。なぜなら Pixel はコスパ最悪だったからなのよ。このだったっていうのがポイントね。というのも Pixel の直近の歴史簡単におさらいをしてみましょう。Pixel 3 98,400円、Pixel 3 XL 119,520円ではあるんやけど、この年なんと残念ながら Mi9 が発売されてしまったんです。4万円でデュアルシムでハイエンドなスマホが出ちゃってるんです。どうしてこれだけのお値段を払ってわざわざシングルシムのスマホを買う必要があるんですかってなって、これはボツ。そして次ですね、Pixel 4が 89,980円、Pixel 4 XL が 116,600円ではあるんやけど、今回残念ながら eSIM なのよ。シングルシムではないんやけど eSIM。そして時代はまだ eSIM じゃなかったのよ。各通信会社どこも eSIM を提供していない。そんな状態で eSIM に対応したところで使い物になりません。ということでシングルシムと全く同じ。わざわざこれだけのお値段を払ってシングルシムのスマホを買う理由があるだろうか。いや、ない。そして Pixel 5に関してはなんとお値段下がってます。74,800円。非常に良心的ではあるんですが、非ハイエンドスマホになってしまったと。つまりこれだけのお値段を出したにもかかわらず、大して性能が高くないスマホが手に入ってしまうと。だから値段の下げ幅以上に性能の下げ幅が大きい。逆にコスパが悪いスマホになってしまったから、これもボツということなので、Pixel 3、4、5に関しては市場分析が弱かったのよ。Pixel 6で反逆が始まるんです。Pixel 6お値段74,800円。なんと Pixel 5から据え置いているにもかかわらずハイエンドスマホなんです。そして相変わらず eSIM にも対応してるんやけど、この時とは違うのよ。ちゃんと通信会社各社が eSIM に対応し始めてる。つまり Pixel 6をデュアル SIM スマホとして普通に使うことができるようになってしまってるんです。で、さらに Pixel 6 Pro に関しては 116,600円お値段据え置きやから別に安くなくないって気はするんやけど、これ実は安いのよ。どうしてかというと、最近はハイエンドスマホがどんどん値上がりをしているからなんです。12万円なんて高い。そんなの当たり前。15万円、16万円のスマホ普通に出てきています。最近はスマホの値上がりが激しすぎるんで、そんな中でお値段を据え置いてしまったのよ。Pixel 6は何にもしてないんやけど、何にもしてないだけで他社がバタバタと倒れていってしまった。あれ俺またなんかやっちゃいましたみたいな状況。だから Pixel 6は普通に安いし、Pixel 6 Pro は相対的に安いスマホになってしまった。そして eSIM も普通に使えるようになった。つまりついに時代が Pixel に追いついたんです。で、一応スペックもさらっと解説しておきます。これもどうでもいいです。こっちが Pixel 6 Pro でこっちが無印ではあるんやけど、ディスプレイが 6.7 インチ 120Hz有機 EL 解像度 3120×1440 CPU テンサーメモリ 12GB ストレージが 128,256 で、バッテリーが 5,300mAh の無線充電逆無線充電にも対応していて、セキュリティが指紋でお財布対応、防水 IP68、デュアル SIM は eSIM で重量が 210g で価格が 116,600円ですと分かりにくい。これどこがポイントなのかっていうのも簡単に解説します。6 Pro と6の違いはディスプレイの大きさ、ディスプレイの滑らかさ、そして望遠カメラの有無とお値段の違いというこの4点のみとなります。他どうでもいいです。気にしなくて大丈夫です。ただ1個面白いのが、重量がなんとディスプレイ大きくなっているにもかかわらず 210g、207g ってこれほとんど一緒なのよね。これはちょっと面白いというところだけ覚えておいてほしい。これが Pixel の箱なんです。薄いわ。そこまで iPhone とバトらんでいいから、どうせ充電器入ってないんやろ、環境に配慮してるとかなんとか言いながらさ。で、これを開けると Pixel 6が出る。ちょっと早すぎる番狂わせやからやめてほしい。一旦中身を確認します。説明書類、これほんまうっとうしいな。これボロボロ。説明書、SIM ピンが入ってる。ケーブルが Type-C。で、これが Type-C と A を変換するケーブルです。ライトニングはどこにもないんです。素晴らしい。で、どうで
ですか皆さん、このかっこいいボディー。嘘、ごめん。そんなにかっこよくはないと思う。俺ね、このデザインあんまり好きじゃないから、なんなのこの黒帯。ロボコップなの？戦隊もの？アマングアス？ポップって言うとイメージがいいかもしれへんけど、なんかダサくないですか？俺ね、絶対この iPhone の雲の顔みたいなギンギラギンの顔の方がかっこいいと思うし、なんならギャラクシーのラグジュアリー感の方が好き。これね、ちょっとね、所有欲に問題出ますよ。やっぱりね、高いスマホを買うときって、うわ、これ持っててかっこいいな、嬉しいなっていうのが重要やけど、こういうおもちゃっぽいデザインやめてほしいんやけど、ただこれ結構賛否両論分かれてるらしい。俺はあんまり好きじゃないんやけど、好きっていう人もいるっぽいから、もうちょっとみんなが喜ぶデザインにすればよかったと思うけどね。ただご安心ください。質感は非常に高いんです。で、まず背面がガラスになってるここの G のマークもシンプルでよろしおます。この辺にお財布が入ってるらしい。カメラがちゃんと3つついております。望遠レンズは4倍となっておりますので、ペリスコープ仕様でございます。で、さらに無線充電にも対応しているということですので、こちらに iPhone を置いてみましょう。あら、びっくり。ただね、パッて手に持ってわかんのが、びっくりするほどでかいねん、これ。これさ、Pixel 6 Pro まるで普通のスマホかのように売ってるけど、大画面スマホの Galaxy Note 20 Ultra と比較してもこれやからね、ほぼほぼ同じなのよ。で、なんなら横幅もほぼ同じと。で、iPhone と比較してもこれですと。むっちゃでかい。マジでむっちゃでかい。だからね、iPhone とか使ってた人がこれに乗り換えたら多分ね、持てないってなってそのまま死ぬよ。事前に一回持ってみた方がいいと思う。むっちゃでかい。もちろん重量だってこれフィルムついてます。ついた状態で 211g、12g っていうところではあるんやけど、Galaxy Note 20 Ultra さんの場合は 209g、大きさも重さもほとんど一緒。そして iPhone 13 Pro さんですね、6.1 インチ 213g、わけわからん。なんでお前はそんなに重い？ただ Pixel 6 Pro さんはデザインが丸っこくなってます。側面エッジかかってるのわかるかと思います。これによって重心が中心に寄ってるから手に持った時に思っているより軽く感じます。対して iPhone はむっちゃ重く感じる。なぜかというと側面角張ってるでしょ。だから端っこの方までしっかり重量が入ってるのよ。で、インターフェースはいつも通りというかむっちゃシンプルです。もうほとんど何にもないです。上はノイズキャンセリングマイクを搭載しているのみで、右側に電源ボタンと音量ボタンっていう形。これ見えるか見えへんな。これね、Galaxy さんと比較すると電源ボタンと音量ボタンの逆が上下逆になってます。これちょっと鬱陶しいです。で、iPhone さんは電源ボタン右側で音量ボタン左側なんでさらに鬱陶しいです。で、下側スピーカーと Type-C 充電端子とマイク。で、右側には SIM スロットがあるのみでシングル仕様となっております。デュアル SIM は eSIM で実現をしてください。で、正面は 6.7 インチの大画面ディスプレイ、有機 EL120Hz 非常に滑らかな仕様となっております。これね、ちょっと指紋センサークセモンでね、指紋がうまくいかねえぞっていうクレームが世界中で発生しております。で、これね、実はもう TPU 素材の保護フィルムを自分で購入して貼り付けてある状態ではあるんやけど、その状態で指紋センサーどれぐらいで反応するのかっていうのを見ていってほしい。せーの、はい。一瞬です。せーの、はい。はいはい。これ Galaxy と比較してみるよ。せーの、はい。一緒やなぁ。もう一回いくよ。せーの、はい。一緒。特段遅いとかエラーが出るとか全く感じないです。ただ世界中でクレームが出てるっていうのも事実やね。で、その原因ね、多分ね、俺ね、ガラス素材のフィルムをこのエッジしてるディスプレイに貼っちゃってるからうまくいかんのやと思う。こう曲がってるやんか。曲がってるせいでガラスフィルムが微妙に浮いてる状態で指紋センサーやっちゃうから失敗するんじゃないのかなと俺は勝手に推測はしてる。で、ディスプレイは 120Hz の有機 EL やからもうむっちゃ綺麗ではあるんやけど、ピクセルはね、その中でも特に癖が少ないかな。発色も全然変化しないし、綺麗な白色です。対してギャラクシーはね、ちょっと横に傾けると青っぽくなってしまうのが気になるんやけど、まあそれでも十分綺麗すぎるから別にどうでもいいですと。で iPhone もね、傾けてもほとんど色が変わらないんで、まあ色合いもピクセルと iPhone は近いのかなと。アンチスベンチマークだ。一番左からスナップドラゴン865プラス搭載の Galaxy Note 20 Ultra、テンサー搭載の Pixel 6 Pro、14 の iPhone 13 Pro、15? 忘れた。どっちでもいいわ。はい、だから性能順としてはまあこんな感じになると思うんやけど、やっぱりね、Galaxy ちょっとカクついてるけど、テンサー全然カクついてないですね。iPhone といい勝負だと思います。はい。で、お待ちかねの雪のステージではあるんやけど、iPhone 13 Pro と Pixel 同じペースで進んでくれております。Galaxy ちょっと一歩遅れを取っているか、果たしてどれだけ滑らかに描写されるのかが注目のポイントではあるんやけど、ここから見ていきましょう。ここからすごいよ。もう iPhone 強え。iPhone マジで滑らか。Pixel はどうで、あ、ちょっとカクついてるよ。iPhone どうした iPhone ちょっとカクついてるぞ。Pixel 滑らかやぞ。いい感じやぞ。アンチスベンチマークに最適化してるのか。それに対して Galaxy も明確に差が出てるね。この2機種には一歩を取ってしまうと、スナップドラゴン865プラスを1年半使うとこうなってしまうんです。最新機種はやっぱり強いね。これがスマホを買い替えないといけない理由なのよ。はい、計測が完了しました。Galaxy Note 20 Ultra が66万点、Pixel 6 Pro が71万点、iPhone 13 Pro が80万点という結果にはなったんやけど、iPhone 今日むっちゃ調子いいな。どうした？で、バッテリー消費が 4% ではあるんやけど、温度上昇が Galaxy Note 20 Ultra 4.9 度に対して Pixel 6 Pro 7.6 度やから、明らかにこっちの方が温度上昇は高いのか。あったかいっちゃあった
ったかいけど別にケースつけたら気になるほどではないな。ギャラクシーは、確かに全然熱くないんや。iPhone 13 Pro は、熱くないな。やっぱピクセルが一番熱いっちゃ熱いけど、ケースつけるからどうでも一緒。ただ実際の使用感っていうのが重要なのよ。で、今回はね、ちょっと Android で比較したいから iPhone さん一旦引いてもらいます。で、これで見ていくと。で、まずはいつも通り Yahoo ニュースからチェックをしていきましょう。孔明18歳以下10万以下の提言提出タップ。一緒か。変わらんねや。全然変わらんな。新幹線放火相次ぐ事件に客不安タップ。あれピクセルの方が遅い。ミスドに逆風4年で200点閉店タップ。ピクセルか。この辺はさ、出えへんな。清水寺から奈良公園までの電車でのルート。一緒か。天王寺動物園からアドベンチャーワールドまでの電車でのルート。ギャラクシーがちょっと早いのか。奈良公園から名古屋ドームまでの電車でのルート。ピクセルか。トントンかな。差を感じるほどではないです。ただね、やっぱりね、アプリによってちょっと最適化の状況がいまいちで、例えばこれ俺のツイッターアカウントであるんやけど、これね、明確にピクセルの方が一瞬カクつきます。見といて。せーの。はい。ほら、今、出だし遅かったのわかる？はい。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 あとは YouTube スタジオがちょっと開きにくいとかなんとかっていう話を聞いたから一回タップしてみるが、せーの、タップ。開けるやん。だからね、テンサーと Android 12はまだちょっと新しすぎて微妙やねんな。いまいち最適化されてないアプリっていうのが結構あるから、最初の方は苦しくなると思います。ゲーマーの人は普通に Galaxy とか、あと iPhone 13とかの一番無難なやつを買った方が絶対いい。逆にゲームしないんであればこっちでも大丈夫。とはいえ、それ以外の使用感と大きさは Galaxy と全然変わらない。重さもほとんど一緒ではあるんやけど、バッテリー計測アプリ PC Mark IV Android で 100% から 20% になるまでのバッテリー持ちを計測した結果が Galaxy Note 20 Ultra は10時間56分なのに対して Pixel 6 Pro は12時間58分ということなんで、こっちね余裕で丸1日持ちます。もしかすると2日持つかもしれないぐらいの感じ。 Galaxy は1日がせいぜいっていうところやね。だからね Pixel 6 Pro は性能とバッテリー持ちのバランスをうまく統合してきてるのよ。スナップドラゴン888って使い道がない性能が無駄に高いだけでバッテリー全然持たんのやけど、テンサーはスナップドラゴン888ほどではないにせよスナップドラゴン865プラスを上回って5つバッテリーはしっかりと持つ。そう思うとやっぱり iPhone 強いけどね、この性能でバッテリー持ちもいいんやから頭おかしいよね。ただね、もう一個ね Android 12でわけわからんところがあって、通知機能あるやんか。通知機能が普通今までってこうやんか。見やすいボタンアイコン並んでますよねって感じではあるんやけど、Pixel 6 Pro の通知画面見て、これくっそわかりにくいし少ないんやけど、8個しか並べられないし、なぜ横にボタンを広げた。あとね、ピュア Android 毎回言ってるけど、1回スライドしただけじゃ設定ボタンが出てこないのよ。もう1回スライドしてやっとここに設定ボタンが出てくるっていう仕様なんとかしてください。Galaxy に関しては1回スライドすればもうここに設定ボタンがちゃんとあるんです。この辺がピュア Android の弱さよな。もちろんツインアプリ機能対応してないです。2番号を管理できるのに2つの SNS アカウントは管理できないのよ。ただ、アイランドっていうアプリを入れることによって LINE を複製することができちゃいました。これが Android の素晴らしいポイントやね。とはいえ、社外アプリやから、もしかすると LINE のデータ飛ぶ可能性もあると思います。で、お待たせしました。独自機能一体何がすごいんですかっていう話、それをご紹介します。このレコーダーアプリ、これがね、Pixel でしか使えないアプリなのよ。これを選択してもらうことによって、ここの録音ボタンを押すでしょ。そして文字起こしボタンを押しますと。そうすると、俺が今喋って、おい、英語で文字起こしすんのやめろ。日本語にしろ。で、日本語を選択することによって文字起こしが、いけた。すごい、やめろ。で、日本語、すごい、もう俺の喋ってるキーワードがガンガン文字起こしされてしまっていってるっていうのがこれでわかるかと思うんやけど、でもそれだけじゃないです。こっから YouTube を実際に流すことによって、俺のカットしまくってる YouTube の音声、どこまで文字起こしできるのかっていうのを見ていきましょう。で、解説をしていきたいと思います。そして1点だけ条件があります。それ何かと言いますと、2000年以降の作品に限定をすると。古いのは紹介しない。今から見ても全く違和感を感じない映画のみを紹介するから、今ちょっと見たい映画ないんだよな、そろそろ大作映画見たいなと思ってる人に関しては、この中から選んでもらえればと思いを示したい。で、まず初めにっていうところであるんやけど、前置きが長いのを許して、もうちょっと前置き続くんやけど、映画の感想に正解はないというところは肝に銘じておいてもらった方がいいのかなと思います。というのも、映画の評価っていうのはその人の体験によって変わります。主人公に感情移入できるかどうか、つまりその主人公と似た人生を送って、はい、すごい。で、これを保存することによって、文字起こしされたデータを後からコピーペーストだってすることができちゃうんです。しかもね、この文字起こしの精度がありえんぐらいすごいのよ。90% ぐらい正解してる。ちょっ
っと手直しすれば普通に使えちゃいます。だからもうこれ職業によっては革命的よ。で、あとはね、こういう英文とかあるでしょ。こんなの読めないってなる気持ちはわかるんやけど、これを Google レンズを起動することによって、翻訳っていうボタンを押すことによって、この文字すべてを日本語で表示してくれてるのわかるか。これそんな使い道ないとは思うけど、こういう機能がついてるっていうことを覚えておくといつか使えるかもしれない。で、もう一つが消しゴムマジックっていう機能で、例えばこういう写真なんか人いっぱい写っちゃったな、いらんなってなるやんか。そういう時に消しゴムマジックを選択することによって、もしかしてここのやついらなくないですかって表示してくれんねん。で、それをタップしますと。そうすると消してくれます。ただ、この女性は消しゴムとしては認識してないね。じゃあそういう場合は、こう囲んでみると、はい、消えた。むっちゃ不自然やけど、遠くのものならまだ許せるかな。そもそもスマホの写真にそこまでする価値があるのかなっていう気はするけど、こういう機能もありますという感じやね。音質比較テストを行ういつも通りカマセイヌは音質に定評のある iPhone 13 Pro さんです。もちろんステレオスピーカーとなっております。そして今回バトルに参戦してもらうのが Pixel 6 Pro さんです。もちろんこことここのデュアルスピーカーとなっております。せーの。Pixel 6 Pro。低音は強いが広がりはちょっと弱いかもしれないね。iPhone 13 Pro。広がりを感じるし、あと音もこっちの方がでかいな。Pixel 6 Pro。落ち着きやな。落ち着きを感じる。iPhone 13 Pro。騒がしいな。広がりがあるし、音がでかいわ。ここからは動画撮影テストを行います。比較対象は iPhone 13 Pro です。まずパッと見てもらってわかるのが Pixel 6 Pro の明暗差の大きな絵作りなのよ。iPhone 13と比較してもコントラストが高いと。そしてさらに注目してほしいのがこの手ブレ補正の精度。 iPhone 13 Pro と遜色ないと言ってしまってもいいんじゃないでしょうか。で、拡大してもノイズも手ブレ補正も目立つわけでもなく、非常にレベルの高い絵作りができています。Android スマホの動画は全フォン8か Pixel 6 Pro の2強やね。次は超広角カメラの撮影テストを行います。超広角カメラ、ちょっと明暗差が強く効きすぎやね。空の方に明るさを合わせてしまってるから、地面の方が黒つぶれしがちになってしまってる。対して iPhone 13 Pro の絶対に黒つぶれさせない、絶対に外すシーンを作らない絵作りへのこだわりはすごいな。あと Pixel 6 Pro の超広角カメラ、iPhone 13 Pro の超広角カメラと比較してちょっと画角が狭いのがネック。超広角カメラを使う楽しみに欠ける。でも色合いは Pixel 6 Pro の方が自然かな。こうつけがたいな。ここからは夜景撮影テストを開始します。夜景もパッと見の傾向は昼と全く同じです。色合いも手ブレ補正もノイズも iPhone 13 Pro と同レベルと言ってしまっていいでしょう。ただ一つ気になるポイントがあって、拡大するとわかるんやけど Pixel 6 Pro は一歩歩くたんびにステップノイズが出てしまってるのよね。それが iPhone 13 Pro にはないのよ。そのあたりやっぱ iPhone 13 Pro の手ブレ補正は一歩抜きん出てるのかなっていう気がする。で、これが超広角カメラなんやけど、明暗差が大きい分 Pixel 6 Pro の方がパッと見の絵はいいのよね。ただこれを拡大してみるとやっぱりステップノイズを感じるし、ノイズでザラついてるっていうのもわかるかと思う。ノイズは iPhone 13 Pro も同じぐらい出てるけどね。あとやっぱり画角が狭いのが悲しいか。ここからは写真撮影テストを行います。比較対象は Galaxy Note 20 Ultra です。で、まずこれが Galaxy Note 20 Ultra で、次が Pixel 6 Pro であるんやけど、ちょっと Pixel 6 Pro の方が画角が広いっていうのが分かってもらえると思う。あとね、明暗差が激しいこういう写真、Galaxy Note 20 Ultra やと地面がちょっと暗いんやけど、Pixel 6 Pro は地面もしっかり明るく撮影してくれます。で、ちょっとカメラに意地悪をすべく逆光の写真も撮ってみたんやけど、Galaxy Note 20 Ultra も Pixel 6 Pro もほぼほぼ同じ仕上がりです。両方とも迷うことなく安定した絵を生み出してくれます。で、花の写真も色合いが違う程度で全体のバランスは同じ。で、次が超広角カメラではあるんやけど、Galaxy Note 20 Ultra 相変わらず画角が広いのが魅力です。一方で Pixel 6 Pro は随分と画角が狭く見えてしまうのよ。そこは惜しいね。で、それ以外拡大して細部までチェックしてみたりはしたんやけど、明るい写真ではもう差が出ないです。ソフトウェアの完成度は Galaxy も Pixel も最強レベルやと思う。次は夜景だ。まず繁華街の写真では Galaxy Note 20 Ultra よりも Pixel 6 Pro の方が全体の露出が高く好印象な写真に仕上げてくれます。ただ
Pixel 6 Proはちょっと空のノイズが気になるのよね。それはね、超広角カメラでも全く同じで、Galaxy Note 20 Ultra 空にノイズがないんやけど、Pixel 6 Pro は空にノイズ多めに出ちゃってます。これ気になる人は気になると思う。とはいえ、これ右側が Pixel 6 Pro なんやけど、拡大すると細部は Pixel 6 Pro の方が綺麗に捉えられてるのよ。だから空だけ処理をちょっとミスってるっていう感じやね。で、一方で超低照度撮影においては Galaxy Note 20 Ultra の方が Pixel 6 Pro よりも明るく捉えることができます。これは拡大してみても細部も Galaxy Note 20 Ultra の方がはっきりと捉えられています。で、最後望遠レンズになるんやけど、これは明らかに Pixel 6 Pro の方が Galaxy Note 20 Ultra よりも鮮明に捉えられています。これね、20倍ズームするとその差がはっきりわかります。右側が Pixel 6 Pro です。くっきりはっきりしちゃうんです。夜景写真でも20倍ズームは Pixel 6 Pro の方が圧倒的に綺麗。望遠レンズは Pixel 6 Pro が完全に勝ってます。という感じで見てもらった通り、カメラは前評判ほどではないんやけど普通に最強と。どんな構図でも外さない安定感は抜群やし、望遠レンズは Galaxy Note 20 Ultra も圧倒します。ただデメリットも2つあって、夜空にノイズを乗せてしまいがち。この辺は処理に失敗してるだけやと思う。ノイズ乗せないぐらいの実力はあるはず。そこは改善待ちです。そしてもう一個がね、超広角カメラの画角が狭い。iPhone と比較しても Galaxy と比較しても狭いのよ。普通に Xiaomi のスマホぐらいの超広角カメラの画角しかないから、超広角カメラを使う楽しみっていうのは少ないのかなというところで、カメラは前評判ほどではないです。普通に最強ではあるんやけど普通やねっていう、スマホ市場の中では一番綺麗な部類ではあるんやけど、あくまでも Galaxy とか iPhone と同じレベルに収まったなっていう印象でした。で、ここまでで Pixel の弱点改めてまとめていきましょう。弱点4つございます。まず1つ目、指紋認証のクレームが多い。これはね、俺発生してないね。だからどうなるかわからん。ただ世界中でクレームが出てるのは事実やから、おそらく今後アップデートで改善されるんじゃないかなと思っています。そしてね、テンサーと Android 12の相性問題っていうのがまだまだあります。Android 12新しすぎるんです。テンサーも新しすぎるんです。性能は確かに高いんやけど最適化が進んでいない。結果アプリがうまく動かない問題っていうのがいろいろ細かく発生して、ここはもうね捉えきれないんで、自分で一回買ってみるしかないと。一般的なアプリを使ってるんであれば問題ないんやけど、明らかに Twitter とかカクついてしまうし、あとゲームアプリは多分やめた方がいい。で、もう一個がね、ピュア Android ということなんでツインアプリ機能がないです。LINE を複製することができません。LINE アカウントを2つ持てませんっていうところではあるんやけど、アイランドアプリを入れることによってなんとか対策ができるのかなというところと、デザインが賛否両論やね。俺は好きじゃないけど好きな人もいるらしい。好き嫌いがはっきりと分かれるデザインで、ここまでいろいろ解説はしてきたんやけど、総合的に見て Pixel 6は iPhone をも殺せるようなスマートフォンに仕上がっています。象を殺せる毒薬みたいな感じであるんやけど、それぐらいの勢いがあるのよ。iPhone を超えてしまったと言っていいと思う。あらゆる側面が iPhone 13 Pro と同じまたは上。ディスプレイも写真も動画も十分な処理能力もバッテリー持ちもほぼほぼ同じレベルです。高圧つけがたい。で、プラスアルファで付加価値も iPhone を上回ってはいないな。これも同じやな。お財布、防水、無線充電、デュアル SIM に対応してます。すべて iPhone と同じです。その上で他社にはない独自機能、これ他社間違ってるけどね、による差別化ができていると。レコーダーによる音声書き出し機能、これは画期的すぎる。これは Pixel にしかない機能です。そして最後の強み、これですね。Android OS であること。そうなんです。自由度があまりにも高いんです。外部ストレージとしても使えてしまうんです。ということで、これら全てを総合的に加味すると Pixel 6 Pro は iPhone 13 Pro を超えたのと、 iPhone 13 Pro を殺してしまったスマホが Pixel 6 Pro なんです。ダークホースすぎる。まさかこんなに iPhone 13 Pro の画像が短いとは想像もしなかったね。今年最強のスマホついに出てしまったって先月思ったのよ。先月思ったのに今月になってそれを上回ってきたのよ。しかも Pixel ってさ、そんなに今までブランド力もなかったやん。知名度もないやんか。そんなスマホが超えてくるって誰が予想できた？これマジでね、ブランド力と知名度があれば iPhone より売れると思う。今はもう iPhone が圧倒的やから売り上げで勝つことはないけど、完成度では iPhone を上回ってます。となると問題はここですよね。Pixel 6を買うべきなんですか？それとも Pixel 6 Pro を買うべきなんですか？どっちを買えばいいんですか？私っていう疑問をお答えしましょう。まず違いを簡単に改めてまとめます。Pixel 6 Pro はちょっとディスプレイ大きい、ちょっとディスプレイ滑らか、望遠カメラついてて価格がちょっと高い。ちょっとって言っても4万円超えてるからちょっとではないんやけど、それに対して Pixel 6は基本的な使用感は同じなのに4万円も安いということなんで、もう Pixel 6はコスパ爆発してます。プラス望遠カメラ欲しい、プラスディスプレイを大きくして情報量増やしたいというのであれば Pixel 6 Pro。俺はね、2年間使うつもりなんであれば6 Pro を選んでもいいんじゃないかなと。4万円を2年間の月割りをしてみましょう。いくらになるんですか？もう計算できません。いくら？全然出てこへんな。全然出てこへん。OK Google。4万割る24は約 1666.667 です。月1600円足して望遠カメラとディスプレイが大きくなって情報量が多くなることに価値を感じるならこっち。俺は映画もドラマもスマホで見るタイプやからこっちを選ぶ。ただもう全然いいですと、スマホこだわりないですと、とりあえず安くてまともに動くやつください。なんか他に付加価値ついてたら嬉しいな、長く使えたら嬉
嬉しいな程度の人であれば、ピクセル6を買ってもらえればと思います。どっちでもいいです。どっち買っても後悔することはないでしょう。以上となります。このチャンネルではこんな感じで今後もガジェットと生活改善情報を発信していくので、この動画が良かったなと思ってもらえればグッドボタンとあとチャンネル登録お願いします。あとガジバガっていうブログも運営をしていて、こちらも2日に1回の確実更新でガジェットと生活改善情報を発信しているので、こちらもチェックしていただけるとありがたいです。あと無駄の省き方出てます。買ってください。Twitter やってます。フォローしてください。長らくご視聴いただきありがとうございました。それではまたお会いしましょう。バイバイ。